アメリカ版の JBBF と僕が勝手に呼んでるんですけど、100% ドラッグフリー、100% ドラッグ検査がある、団体を紹介していきます。この団体が OCB という団体です。アメリカだとやっぱり当然皆さんイメージするのが IFBB だと思うんですが、この OCB がアメリカの JBBF みたいな、もう由緒ある、ドラッグフリーの大会になってます。団体です。で、僕この大会出ました。はい。ワシントンにいる時ですね、大会に出ました。なのでそこの実際どういうことをやるのか、どういう雰囲気なのか、僕アメリカの大会は出たことあるんですけど、日本の大会は逆に出たことなくて、なのでいつも YouTube の方で JBBF を中心にいつも見させていただいてるんですが、その違いというか、アメリカではこういう感じだよって話をしていきたいと思います。まず早速、ここ多分一番の違いかなと思うんですけど、 JBBF 確か抜き打ちとかありますよね、検査。でも全員じゃないんですよね。で、ここの OCB に関しては全員検査あります。ただし、これちょっと本当っていう話なんですけど、嘘発見器にかけられます。見たことあると思うんですよ。なんかスパイ映画とかアメリカの映画とかで嘘ついてるかどうかをこの心拍とこの汗ですね、この発汗によって嘘をついてるかどうかをチェックする機械にかけられて、それが前日のチェックインですね。前日のチェックインにその検査があります。僕は完全ナチュラルなんで薬物とか使ったことないんで全然問題はないんですけど、まずその場の空気がめちゃめちゃ重いというか、それだけでドキしてくるんですよ。どういうシチュエーションかというと、そのホテルの一室がその検査部屋みたいになってて、一人一人そのチェックインの時間があって、その時間に合わせていくんですけど、最初は受付を下でして、でゼッケンとか検査官の方が座ってて、で本当になんていうんですかね、テーブルにちっちゃなライトでこう機械ですね、機械があって、もう1対1で話すみたいな感じで、もう空気が重い、めちゃくちゃ重いもうその空気だけでなんか俺心拍荒れてるんじゃないかっていうぐらいちょっとドキドキが止まらなかったんですけど、無事そうですね、当日の番号とか大会参加賞の T シャツとかもらってチェックインが済んだら嘘発見器にかけられます。めちゃくちゃ怖かったのが、そのホテルの一室がその部屋になってて、そこに張り紙されてて、嘘発見器のテストをやってるので静かにしてくださいみたいな張り紙があって、でこう外で待ってるんですけど、こう呼ばれたらこう言って中に入ると、もうマジででかい黒人の、それはパスして問題なかったんですけど、なんかどういうことを聞かれるかというと、本当に簡単なことなんですよ。ドラッグ使ったことあるかみたいな。でも最初はその人の通常の心拍を見るので、簡単な質問をしてきます。あなたはどこに住んでいますかみたいな。あなたの番号、携帯の番号はこれで合ってますか。でそれを答えて、でその心拍の乱れがないか、じゃあこの人はこういう心拍が通常なんだなっていうのを最初に確認されて、で実際にこういう薬物に手を出したことがあるかみたいなのをこう聞かれていくんですけど、基本的にはないので、いやないと。ただもう一つなんていうんですかね、ドキドキしちゃうのが英語なんで、そこがまたもっとドキドキさせられたんですよね、僕の場合は。なので本当に問題なく通ってよかったなって今思えばほっとしたなっていうのを思い出しますね。で次の日が大会があって、当然ごめんなさい、これ言ってなかったですね。これ OCB ってプロリーグもあるんですよ。プロリーグもあって、だいたい優勝者が
その大会、プロクオリファイの大会で優勝者がそのプロカードをもらって、今度はプロのリーグで戦えるようになるんですけど、そこがやっぱりなんか JBBF と違うというかなっていうところだなと思って、でしっかりそのプロリーグになると賞金も出るんですよ。なんで結構夢がある、夢ありますよね。ナチュラルでもしっかりそういう賞金を得られるし、モチベーションになるしっていうので、本もこういう風になっていったらすごくいいのかなって、一つの例ですけど、一つのなんていうか理想の形、いろんな形があっていいと思うんですけど、一つの例としてすごくいいなというふうに思いましたね。優勝者はプロカードが付与されて、でその場で優勝者は尿検査があります。そこで 100% 尿検査されて、で問題なければその場でプロカードを授与式という形になって、その人はプロのリーグに次は挑戦できるという形になってますね。でプロの大会の名前がヨートンカップっていう大会なんですけど、アメリカだともう OCB バージョンのオリンピアって言われてます。ナチュラルのオリンピアっていうふうに実は言われてて、みんなそこを目指してプロリーグになってヨートンカップに出て優勝するっていうのがナチュラルボディビルダーの方たちの一つの目標っていうかゴールになってますね。僕のワシントン時代のトレーナーでも何人か OCB の大会出たことある人いましたね。なので OCB は本当に今日本でもいろいろ騒がれてるじゃないですか。あっち側の団体の人たちが JBBF に来て、で検査引っかかった引っかかんないみたいな、もう本当になんかやめましょうよっていう感じですよね。なんか本当にレベルが低いというか、なんかそのレベルでなんかトレーニングをやってほしくないなっていうふうには思いますよね。人としてやっぱりどうなのかなっていうふうに思ってしまいますね。ちゃんとそれぞれのリーグがあって、それぞれ自分を超えてやっていけばいいことだと思うので、そっちはそっちでこっちはこっちでっていうのをもうしっかり線引きして、そうしてれば特に何て言うんですかね、僕らって問題ないんじゃないですか。実際に競技してる側としたら、こっちに来てさえくれなければもういいよっていう方が多分ほとんどだと思うので、アメリカは、OCB ですね。 OCB が一番大きいナチュラルの大会になっているので、もし興味ある方は挑戦してみてはいかがでしょうか。